皆さんこんにちは。漫画家兼 YouTuber のボイチです。ディレクターさんこんにちは。こんにちは。登録者1万人突破が今でもとても嬉しいです。もう私を1万ボイチと呼んでください。私だけでなくディレクターさんも1万ディレクターさんなんです。そうなんですね。私も1万ディレクターですね。登録者が1万というのは本当にすごいことです。ミスタービーストとあまり変わらないじゃないですか。実際に会うことがあったら私たちはひざまずいてどうかよろしくお願いしますやりながら毎日お辞儀をすると思います。見ないからっていろんなことを言いますね。1万人に興奮しすぎたからです。ご了承いただければ幸いです。さて今回の映像のテーマ、ボイチチャンネルにあるコメントの質問で講義とお答えする時間です。漫画だけではなく個人的に気になることコメントで質問してくだされば採択して映像で制作したいと思います。それでは最初のコメントを読んでみます。サムネイルスタンリー隊長すごくかっこいい。スタンリーかっこいいですよね。それで終わりですか？スタンリーかっこいいじゃないですか。スタンリーを愛してくださって本当にありがとうございます。次のコメントを読んでみます。ボイチさんこんにちは。映像いつもありがとうございます。自分のイラストのオリジナリティはどうやって出すのか教えてほしいです。イラストのオリジナリティではないが私が19歳の頃にこんなことがありました。その当時私は桂正和先生の「田園少女」という作品がとても好きでした。大好きでトイレに座って1ページを30分くらい見ました。ペンタッチはこうなってるんだ、トーンはここが重なっているんだ、こういう要素を見ながら勉強をします。同じように真似して描くのではありません。私は勉強のためにある作品を漫画家志望生時代から真似したことがありません。ところでこれがいい方法だったんでしょうか？違います。皆さんいい絵があって参考にできるなら真似して描いてみてください。いい方法です。なので私はずっとこうやって見てました。そうやって見ただけなのに私が思うには絵があまりにも似てきているのです。それで友達のマシュマンに頼みました。田園少女単行本をあなたの家にしばらく保管してくれ。今から絵柄の個性を作らないといけないが私が田園少女をまたくれと言うかもしれない。今の私の状況がわかるようにどんな脅迫をしても友達を助けたいならこの本は絶対に私に与えてはいけない。これを聞いたマシュマンが悲壮な覚悟の表情と声高さ、わかったと約束しましたがマシュマンにまた返してくれと怒ったりしてマシュマンの家に行ってこっそり持ち帰りながらバレたりもしました。そんな田園少女禁断症状を経験しながらその間に下書き勉強をしました。人体下書きの勉強をしたんですが人間の下書きを研究することで自分の絵は一度崩壊します。解剖学的な知識が生まれ新しい元描きの知識が生まれ間違った部分が治らないといけないじゃないですか。その間違った部分というのは何かというとそれが絵柄です。全ての絵柄が間違った下書きに基づいているわけではありません。しかし私のように実力のない漫画家志望生の場合は個性の相当数を間違った絵が占めていたようです。そんなわけで自分の絵が一度崩壊してまた再組み立てされます。そんな努力を1年ぐらいした後に再び前衛少女をもらいました。とにかくこういうことがあったんですがご質問いただいたイラストレーションのオリジナリティではなくこれは漫画の絵柄の話です。ではイラストのオリジナリティはどうなるのか。私の考えはこうです。先ほども申し上げましたように立派な絵があれば一緒に描いてみること。この方法を使ってもオリジナリティについて心配しなくても大丈夫です。立派な絵を描いて影響を受けるとしても私のオリジナリティが崩れるとは思いません。たくさん描いてるなら大丈夫だと思います。それからオリジナリティというのはそこまで重要なのでしょうか。漫画の世界では意外とオリジナリティが思ったより重要じゃないかもしれません。
オリジナリティより重要なのは伝達力が重要です。描いてみたら表情一つが他の人が描いたのと同じです。表情一つくらいは平気です。後でオリジナリティができるのはどうでしょうか。そう思わないなら19歳の私みたいに似てくるのはダメ。こう思って下書きを勉強して絵を組み替えた後、絵のスタイルを変える方法もあります。しかし私が経験してみて申し上げますが、オリジナリティが思ったより重要じゃないかもしれません。例えばある好きな先生と似ていて心配になる。それではその先生に感謝の気持ちを持てばいいんじゃないでしょうか。あまり心配しないでください。次のコメントを読んでみます。トレースの練習をするときはボイチ先生の動画を聞いてます。音楽と話のテンポが良く、音に合わせて筆を走らせられるからです。うちのディレクターが仕事が上手だったという内容です。これは私の褒め言葉ですね。本当にありがとうございます。ディレクターさんはいかがですか？私もありがとうございます。私も1万ディレクターです。私が BGM の選択センスがあります。ディレクターさんが今こういうポーズでした。撮影が終わったら美味しいもの買ってください。終わったら美味しいものを食べに行きましょう。私もこういう褒め言葉を聞くと一緒に気分がいいですね。続けて読んでみます。音楽と語りのテンポが速い時はさささっと腕を速く動かして描く練習。音楽が落ち着いた時は筆を少し遅らせて描きながらちょっと休憩ができます。この動画でトレース練習ほぼ1枚半完成です。37分の映像を見ながら聞きながらトレースの練習を1枚半されたということです。本当にすごいですね。もっといい映像と BGM をお聞かせしたいと思います。その次のコメントがプロの先生のコメントがついています。私は現在駆け出し漫画家です。漫画家先生です。創作の難しさを経験した時は毎回先生の技術を学んでいます。今度は私が去年からずっと課題で探している作業時間短縮に焦点を当てた映像を投稿していただきとても嬉しいです。プロ漫画家なら作業時間の短縮は本当に切迫した問題です。私も今も悩みが多いです。私がもっと早くしなければならないのにどうしよう。もっと早く作業する方法はないかな。デビューしてから30年が経ちましたが今も悩みが多いです。作業時間の短縮とスピードは実力の一種じゃないですか。スピードアップについては今もたくさんの悩み事でずっと研究をしなければならない部分です。私たちみんなが現役である以上は永遠にそうではないでしょうか。仕事が多くない作家は作業時間の短縮に困りません。他に悩むことがたくさんあります。つまりこの方はお仕事が多い先生だと思います。逆にもし作業時間短縮に対する本人だけのコツがあれば私たちに知らせてください。それでは私が読んであげて一緒に共有したいと思います。忙しい中コメント本当にありがとうございます。そしてこういうコメントがありました。ボイチ先生、今あなたの芸術は素晴らしく、いつも大きなインスピレーションを求めています。伺いたいことがあります。もしまた絵を描き始めたら絵を描くことをもっと早く改善するためにはどんな段階を経なければならないでしょうか。何をもっと早く学びたいと思った時最初から集中していましたか。これについて話している動画があれば絵の実力を向上させる方々に役立つと思います。才能を共有してくださってありがとうございます。私がもし生まれ変わってまた絵を描き始めたらもっと早く改善するためにどんな段階を経るのがいいだろうかと私を基準に考えると私は誰に学ぶ段階を選択します。私は一人で勉強をしました。一人で勉強した理由は貧しかったりもして漫画の作法を求めることもできませんでした。映画の演出本とかを見ながら漫画の演出法について考えました。そういう方法で勉強したんですがまた絵を描くとしたらもっと早く改善しようとしたらどんな先生の下に入って学ぶんじゃなくてもどんな手を使ってでも私にアドバイスをくれる方を探そうと努力すると思います。私がもし今この時代に生まれたらこの時代には今ボイチ YouTube チャンネルがあります。12歳から16歳の間に私がボイチ B トゥンを知っていたら
少年ジャンプ作家が運営する購読者が1万人もいるチャンネルがあるね。コメントで気になることを聞いてもいいし、実際に絵を描くのもフル映像で見せてくれて。私は幼い頃こんなのが一つもありませんでした。皆さんはこんなにいい時代に生きているので、私よりもっと立派な漫画家になれます。もう一つ言いますと、私が生まれ変わって絵の実力を早く改善するために、私はある段階を経るとしたら一つのジャンルを続けると思います。私が高校3年生の時、少女漫画の方に方向を変えました。それで少女漫画でデビューして10年間少女漫画家として活動しました。その時もいろいろなジャンルをやったりしました。その時本当にたくさん悩みました。その時が1990年頃だったんですが、私と同じ時期にデビューした一つのジャンルと絵を描いた先生方は実力が上がり続けてとてもお上手なんです。その当時も日本進出もされたし、私はあれこれしたところ実力が非常に悪かったです。その方と私は最初から実力の差があります。そういう実力を狭めるためには一つの道を歩かなければなりません。料理人を例に挙げて考えてみましょう。ある料理人が中華料理もやってみて、和食もやってみて、韓国料理とイタリア料理もしてみました。料理人一人が寿司、キムチチゲ、八宝菜、パスタを売っている食堂で食事をしたいですか？その食堂に料理人が言う言葉が、私は日本料理、韓国料理、中華料理、イタリア料理が全部できます。そしたらお客さんたちがわあ、すごい、感動しながら食事ができるでしょうか？隣の店は、私は15歳で中華料理を習い始めて、今まで30年間関東式の中華料理ばかり続けてきました。それなら当然このレストランで食事をしたいと思うでしょう。それで私は高校3年生の時から多くの分野とジャンルをいろいろやったんですが、20代の頃にはこんな気がしました。私はあれこれしながら漫画の道を探求する人なんだ。もう取り返しがつかないよ。でもやってるうちに少年ジャンプまで来ました。今はストーリーまで担当しながら作品をしています。それで私は私が生きてきた道を後悔しません。しかし実力向上をもっと早くということを私を基準にしたら誰かに習いに行くだろうし、私のようなチャンネルで質問もたくさんすると思うし、それより一つのジャンルにだけ集中すると思います。次のコメントにあった質問を読んでみます。先生の作品が本当に好きです。おかげさまで科学にも関心を持つようになりました。私は日本人ではありませんが、将来の漫画家になりたいと思いました。どうすれば科学と私を結びつけて素敵な作品を作ることができるでしょうか。科学と漫画を結びつけると大きく分けて2つの方法があります。1番目、科学を伝えて知らせる目的の漫画を作ることです。教養科学漫画と言います。科学学習漫画という領域もあります。物理学、科学の基礎を漫画にする、最新のブラックホール理論を漫画化して作る、スティーブン・ホーキング博士の時間の歴史を漫画にしてみる、こういう作業があるかもしれません。2つ目は SF の道です。科学が大切な SF、ハード SF もあるし、ハード SF まではいかなくても真剣な SF 作家の道を行く方法があります。立派で真摯な SF たちは科学の発展にも大きく寄与し、科学知識を広める能力も非常に優れています。そういう道があります。科学と漫画が融合したら基本的にこの2つの道があります。教養科学、真剣な SF。しかしその他にも科学と漫画を融合させる方法はもっとあると思います。私がたまにこういう話をします。漫画学または漫画創作学というものはありません。ここで漫画学というのは漫画分析学、漫画社会学ではなく創作に関する学問を意味するのです。創作に関する学問または論文がありません。ペンタッチに関する分析を行った論文、目の描き方による演出とその可能性についての論文、こういう論文を私はまだ見ていません。2000年までは見つけられませんでしたが、今はあるかもしれません。こんな漫画に技法のようなものが学問になるまで影響力を行使できませんでした。大学で物理学を学べば最も堅固に築いた学問を学ぶということだが、
でも漫画はそんなに堅固なものがありません。このような堅固な漫画創作の学問が必要だとはいえ、これは作った方がいいでしょうか。私の考えは科学理論を組み合わせて作った方がいいと思います。私がその作業をしようと2004年に大学院に行ったんですが、2004年が私が日本に進出した年でもあります。つまり私が日本に進出してから、私には日本進出がもっと重要だと判断して、大学院でやっていた作業は中断になってしまいました。それで科学の知識があれば漫画を勉強して描くのに役立つことがあります。科学に対する理解があれば光を表現するのにも役立ちます。時間帯によって雲の表現はどのように変わるのか、そして全反射現象だとか残弾だとか科学的知識があれば漫画の表現にもっと役立つことは明らかだと私は思います。そして皆さん、絵とは何でしょうか。絵とは世の中を理解する方法の一つであり、世の中を愛する方法の一つです。この2つは分離できません。愛すると理解しようと努力するようになって、理解すれば愛するしかないです。この2つは分離できません。自然を愛していない科学者はいますか。物理学者は力学的現象を愛しているのではないでしょうか。天文学者が星を愛しているのではないでしょうか。つまり人間を研究する科学知識があれば、それは間違いなく絵の実力に役立つでしょう。表情と感情を描くといった時、それについての科学を一緒に勉強したら当然役に立ちます。科学と漫画はそうした方向にも結びつくことができます。次のコメントを読んでみます。素敵な先生が毎度私たちを驚かせますね。私を含む外国人漫画家志望生のための漫画センターがぜひ作られてほしいです。漫画センターが日本に作ってくれたらいいなという意味だと思います。でも日本に作る必要はないと思います。例えばヨーロッパとその近隣地域のためのグローバル漫画センターがパリやパリ近郊の建てられるといいですね。そこに泊まりながら勉強もできるし創作もするでしょう。そして北米のための漫画センターがアメリカのどこかに作られてもいいでしょう。それでグローバル漫画センターを構想している方がいらっしゃいましたら、日本で作るのもいいと思います。日本なら埼玉に作ることをお勧めします。埼玉でも行田市がいい。そこにドジャース球場ほどの広い土地がまだ存在します。そうやって日本に作られていてもセンターは全員を収容することもできないし、援助することもできません。それなら各大陸にもあればいいでしょう。あちこちたくさん作られてほしいです。そして漫画センターで重要だと思うのは外国人向けの漫画センターではありません。必要だとは私がずっと主張するが、外国人用漫画センターが最も重要ではありません。例えば体に膵臓は重要です。しかし身体で膵臓が一番重要ですか。この指も必ずここにないといけませんよね。指一本ないと本当に不便じゃないですか。しかし身体で最も重要ですか。違います。心臓はとても重要です。必ず必要ですよね。一番重要でしょうか。脳より重要でしょうか。だから外国人のための支援システム、当然必要です。しかし最も重要ではありません。脳や心臓ほど重要なものは自国民のための支援システムです。基本的に国は税金を自国民のために使わなければなりません。外国人に税金を使う場合は自国民のためになるという前提のもとで使わなければなりません。そうでなければ納税者に対する裏切りです。私がグローバル漫画センターがいたらいいなという主張をするのは、日本にもきっと役に立つだろう、埼玉にもきっと役に立つだろうという考えがあるからです。それから私は当然日本の税金は日本人のために、日本の発展のために使われるべきだと思います。そうです。